少しこんばんは、ポーテートで今日データぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ディフェンス数値 VS フィジカル数値やっていきたいなと思います。皆さんこちらのガチャ引きましたか？マルディーニ引きましたか？はい、僕も前回の動画でね、マルディーニ来たらね、撤退しなさいなんて言ったけども、ガチャ引いて、マルディーニが先に出てきた段階でも撤退とかでも全然いいかなと。その結果がね、こんな感じで、今見ているかなと思うんですけどもね、もう、底引きしましたね。はい、宣言通りマルディーニがね、出てきたんで、ここで撤退をしました。はい、本当にふざけんなって感じなんですけど、せめて配信中に来いってこういうのねって思ったんですけど、今日はね、このマルディーニを使って検証していきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法をマルディーニ使ってプレスをしていきます。プレスの方法はプレスボタンを押すだけのプレスですね。ボール保持者に関しては無操作している状態。ここで数値変えてどうなっていくのかっていうことですね。どんな違いが出るのかは皆さんもね、ちょっと想像しながら見ていただければと思います。まずはですね、そもそものところで初期値ですね。ここでスアレスがボール保持者という感じで、フィジカルの数値もそんな変わらない状態ですね。これで見ていきたいなと思います。ここで初期値でどれぐらい取れるのかってところがね、まず大事かなと思うんでね。でもフィジカルもそんな差ないし、ボールダッシュとか、その辺が高いわけでもないからね。80代低くはないけど、って感じなんでね。なんかこう見ててもじれったい感じですかね。なんか取れそうで取れないというかね、取れたと思ったらまた相手に取り返されてみたいな感じになってたかなと思います。はい、ではここからですね、ディフェンス能力をマックス状態101とかになってますね。はい、これでやっていきたいなと思います。こう見るとね、やっぱこんな感じで、ボール、やっぱ触った後はすぐ取れてるかな。やっぱスッてこうやってね、やってる感じ。フィジカルがね、同じぐらいなんで、若干耐えられちゃう時もあるはあるんですけど、基本的にはスッて取ってくれるって感じかな。じゃあ、こっからですね、フィジカルですね、いきましょう。はい、フィジカル99にしてきましたよ。ディフェンス能力は初期値状態ですね。どうですかね。でも相手のこう、体勢とか崩したりとか、スアレスに捕まる機会は少ないかもしれないですかね。スアレスにこう体で抑え込まれる瞬間っていうのは少ないかもしれないかなと思います。はい、ということでここまではね、一気にちょっと見ていただいたんですけども、フィジカルマックスに関してはですね、取るのにもたついてる感じかな。相手をこうバランス崩すとかには長けてはいたと思うんですけど、その後がね、ちょっともたついてる感じ。フィジカル99でも、スアレスが一瞬耐えてる瞬間とかもありましたね。なら最近のこう、フィジカル70代のドリブラーとかが結構やれてる理由はこの辺なのかもしれないですかね。そんなところは思いました。で、これ思ったんですけど、これスアレス側がフィジカルマックスだったら、これどうなるんだろうというのがちょっと気になったんで、やってきました。マルディーニとですね、今回ちょっとジルー持ってきました。ジルーをね、フィジカル98にして、あとは全部ドリブルに振った状態ですね。ボールキープの数値も結構高い状態なんですけども、見ていきましょう。このマルディーニは、フィジカルが70代ですからね、そんなフィジカルは確実に負けてはいるんですけど、どうですかね。結構はでも、押され気味な感じはありますかね。ボール触れるとね、取れそうな感じだけど、ボール触るまでが結構大変そうな感じですかね。はい、もうジルに完全に抑え込まれてる瞬間とか結構ありますもんね。なるほどね。はい、こっからはフィジカルを99にしました。フィジカル対フィジカルみたいな感じなんですけど、さっきよりは、結構押し返されることはなさそうな感じかな。ボール触るまでは結構早いかなって感じ。ただ、その後やっぱりさっきみたいに、ボール触った後も取り切れてない瞬間とかね、また自由に取られたりとか、いうところもあったりはするかな。触ったのにね、なんか取り切れないみたいなことも結構多いんじゃないかな。そんな感じがありました。ただ逆にですね、やっぱ抑え込まれるみたいなことは先ほどはなかったかな。フィジカルがどっちもね、かなり高いので、この辺はそんな感じじゃなかったかなと思います。で、一応ね、比べておきました。はい、上がね、ディフェンスマックスって感じなんですけど、体がぶつかる瞬間合わせておきました。はい、ここですね。まずここね、ディフェンスマックスの方はやっぱ押し返されてますね。フィジカル20ぐらい負けてますからね。やっぱりこうやって押し返されちゃってると。フィジカルマックスに関しての方は、いい勝負というかね、ボールまでの距離も近いですよね。なので、この後ですね、
相手をほら、ここでね、まずバランスを崩すという感じが下の方がなっていましたよっていう感じですね。で、上はまだまだかな。で、ここでね、下のフィジカルの方に関してはね、ボール取りそうなんですけど、やっぱ取りきれずに、ボール触れてるんですけどね、で、取り返せなかったと。で、ここでね、ディフェンスマックスの方は、ここでボールやっと触れるような形になっていきます。なんですけど、足出した体勢悪くてね、またジルーの体にぶつかっちゃってね、倒されちゃってるというか、バランス崩しちゃってるんですよね。はい。まあ、なので、結局どっちもこの時間までに取り切れずっていう形になっていくという感じなんですけど、まあね、正直ね、どっちもどっちみたいな状態になってはいました。まあ、ただ、その遅くなるボールダッシュまでが時間かかっちゃう要因っていうのは、それぞれね、違うというところまで見えてきたんで、今日は結論です。フィジカルはボールダッシュができる体勢になるまでに影響して、ディフェンス能力はボールダッシュする動きなどに影響するとします。はい、ということでね、まあ、冷静に見るとね、すごく当たり前の結論ではあるんですけど、こうやって目で見て、こう違いをね、ちゃんと理解するってことが大事なのかなと思います。結論で言ったことを図解していくと、体がぶつかってからボールダッシュまでのところをね、横軸で見ていくと、ボールダッシュができるまでにね、できる体勢になるまでかな、足が出せる体勢っていうのかな、というところに関してはフィジカルが大きく影響してきましたよという感じで、その後のね、ボールダッシュ、するまで、ちゃんとね、ボール触ってからマイボールにするまでのところ、ここに関してはディフェンス能力が大きく影響してるんじゃないかなというところが今日は見てわかるかなと思います。で、まあもちろんね、細かいこと言ったら、全然ね、その後もフィジカル影響したりとかあるんだけど、まあなんだろうな、例えばボールダッシュがあるから、ボール触った後のね、取り感が良くなるとか、もちろんそういうところは、まあ大いにいっぱいあるはあるんですけど、大まかに見るとこんな感じ、こういうイメージをしておくと良いのかなと思います。まあ、今回の検証だけで言うとね、どっちのが大事っていうのは少し、言い難い部分、難しい部分はあるかなとは思うんですけど、どちらにしてもね、あれだけもたついてたら、相手にいいようにやられちゃうかなって感じかな。また結局のところ、まあやっぱりバシッと相手を止めるっていう意味で言うと、どっちもないとね、やっぱ厳しいのかな、どっちも大事なんだろうなっていう感じはしました。まあ少なくとも最終ラインとか、そういったところに関しては、まあ両方とも必要だよねっていう感じかな。まあ逆に、中盤とかで言ったらね、どっちかあれば、まあ、相手を遅らせることぐらいはね、できるっていうかな、いうことにはなるかなとは思います。で、現環境を考えておくと、まあ、最終ラインとかでね、しっかり止めたいってなると、フィジカルはやっぱ、最低でも90はね、欲しいというか、その辺がボーダーラインになってきそうな感じはしてますね。ディフェンス能力はまあまあ、それぐらい、まあもうちょっと欲しいかなって思うけどね、気持ち的には。まあなので、その辺がまあ基準になってくるんじゃないかなと思います。で、あと今後ね、ディフェンス能力に関してもね、細分化して、まあ検証はしていきたいですね。ボールダッシュ、アグレッシブネス、守備意識とかね、なんとかいい選手とかでね、比べられればなと思っております。はい、というところで、この辺はですね、ぜひ参考にしていただいてですね、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後、雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからはね、雑談になっていきます。はい、ということで、いや、すみません、そのね、今週ぐらいかな、先週ぐらいからかな、ちょっとね、なんか体調がね、あんま良くなくてなんだろう、まあ、風邪というよりはどっちかというと倦怠感とかそっちに近いんですけどごめんなさい。なので、なかなか動画頻度がですね、ちょっと飛び飛びになっちゃってるんですけど、まあ、ちょっと今週ね、エピックもね、月曜日しか来てなかったというところで、まあ、ちょっとそれをいいことにね、またそれ言い訳にしてちょっと休んじゃってる部分もあるんですが、まあ、動画に関してはまたね、やっていきたいなと思いますので、どうか温かく見守っていただけると嬉しいです。で、あと、このディフェンス能力に関してはね、やっぱボールダッシュとか、あと守備意識のところかな。特に守備意識だろうな。ここはね、ちゃんと検証できたらしたいですね。なんかいい選手というか、ちょうどいい選手とかね、いたら、教えてください。また、検証方法もね、ちょっとこういう検証だといいんじゃないかとか、違い感じられるんじゃないかとかね、あれば教えてほしいな。なんか再現性とか、その辺も含めてね、再現性ないと検証できないんで、なのでね、そこもぜひあったらコメントを教えていただけると嬉しいです。ということでまた。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。今4万人ですね。4万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しい
みです。よろしくお願いします。はい、今日に関してはね、ディフェンスということと、あとフィジカルについてやってきました。どっちもね、効果があることは分かったんでね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。